皆さんこんにちは。こんにちは。戦車を設計して戦うことができるスプロケット。今回も視聴者さんからリクエストをいただいた戦車を作っていこうと思います。みんなありがとな。それではいつもの設計画面に入っていきましょう。今回は何を作るん？第二次世界大戦中にアメリカが試作した重戦車 T95 戦車駆逐車だね。重戦車。写真を紹介するとこんな感じの戦車ね。おお、めっちゃ変わった形しとるやん。この戦車、ここの正面走行が 300mm もあったというツヤツヤ仕様になっています。300？ これめっちゃ強いで。ではいつものように足回りから先に作っていきましょう。T95 の車体長は私が調べた限りでは 6.3 メートル、幅は 4.4 メートルあったそうです。普通の戦車よりもかなり幅広やな。履帯が異常なサイズや。実はこの履帯は2つセットになっていて、外側の履帯が取り外しできるというレアな戦車でした。ちょ待って何してんねん。鉄道輸送を考えてこの方法を採用したそうです。取り外しは車体に付けられた小さいクレーンを使用しますよ。なんかいろいろ面倒やな。もちろんスプロケットでは履帯を2つ付けることができないので、2つ分の約1メートルの幅にして作っていきます。ちなみに天輪の位置が異なるのはゲーム仕様の理由です。足回りの調整は細かくできんで。では次に車体を作っていきます。車体を分割して作るのですが、難しいのはどこで区切るのか。形が大きく変わるところで分割やな。ちょっと見えにくいですが、今回はこのように分けました。めっちゃ多いで。車体前方を1つ、後方を4つ、そしてフェンダーですね。大変ですが確実に作れる方法にしました。ネット上に転がっていた資料から、自重高や車高、フェンダーの幅を調整。位置を間違わないように4分割で作っていきます。最近これも用しとるな。大きく間違わないようにするためにはあった方がいいね。とりあえず大雑把に作って形を合わせていきます。今はここんところやな。丸くなっていたり傾斜していたり、調整が難しかったところですね。車体後部も仮設置しておきましょう。この部分は後から作り直しています。フェンダーは一つのパーツから両方を作りました。エクステンドで伸ばしながら作る方法か。立体から切り出す方法は失敗しやすいのでこの作り方が無難ですね。先っちょの部分はエクステンドで盛り上げてから曲げる方法で作りました。いい感じに作れたら、多分来るで。だからあんってなんや。綺麗に伸ばせました。フェンダーに合うように調整できたら、次に方針付け根の防重を作ります。ちょっと難しい丸っこい形やな。この場合は最初から用意されているお椀型の形状を利用します。全体を選択してサイズ調整。丸ではなく四角い形をしていたので角を作ります。なんとなくできたのでなんとなく方針を乗せていきましょう。なんとなく連呼すんな。やっぱり手法がついてないとバランスというか戦車っぽく見えないんだよね。搭載したのは砲身長5メートル20センチ、砲弾の直径は105ミリなので 49.5 口径105ミリ砲ですね。めっちゃ長いやん。これはあくまでゲーム内の表現であって、実際の戦車とは数値が異なります。それでは方針を乗せていきましょう。見切り立つスポー。超魔何してんねん。この場合は防重ではなく車体に乗せないといけません。方針の向きは乗せたパーツの向きになる制約があるんか。昔みたいに後ろ向きにできるのかはちょっと試さないとダメですね。防重の厚さも調整しておきましょう。また尺が長くなりそうなのでサクッと作っていきましょう。これなんなん？よくわかりませんが多分動力関係の装置みたいですね。作っとる形状は完全に燃料タンクやん。もちろん謎のタンクが乗っていると嬉しそうに作っています。こんな感じに押し下げていきましょう。かなりわちゃわちゃして枠も作ったら完成です。後ろ側できたで。この部分は形状がおかしく後から全部作り直しています。今回かなり複雑やん。車体形状が微妙に複雑なのが原因ですね。次に車体上部構造。この部分も今までに作ったことがない形状が出てきて大苦戦。キューポラの部分は円柱状のパーツ入れ込んだんか。できれば車体から作ると一体感が出るのですが、かなり難しいと思います。反対側も同じように円柱を埋め込んで、細かい装飾を乗せたら完成です。基準は見なかったことにしましょう。方針の付け根にはこのようなものがあったので作ってみました。ネジみたいなものはリベットで代用です。これならうちもできるで。後からちょっとやってもらおうかな。ほんまか。後ろの構造が資料とはかなり異なっていたことが分かったので再設計です。どこが違うんかわからんで。作っているとすごい違和感があるんだよね。後ろのへっこみ部分も作って、仕切りみたいなものを入れれば修正完了です。
これは何なん？外側の履帯を取り外しするときに使う金具のようです。取り付けの様子を見ると、クレーンで吊るされてる様子が確認できます。こう使うんか。次にこれ。なんなんこれ。どうやら車体に2つある小さいクレーンを設置する爪みたいね。大きいクレーンを使う方法と、この小さい備わったクレーンを使う方法があるんか。反対側にはクレーンがないので取り外して使う設計になっていたみたいです。かなり重そうやん。ゆかりちゃん並みの大胸筋が必要ですね。ではそのクレーンを作ります。これもエクステンドとメイン移動で大雑把な形を作って、スプリットで細かく分割。あとは不要な面をデリートすれば完成です。後ろはさっき作った形状を保存して読み出す形で搭載。この形保存機能めちゃ便利やな。他にもそれっぽい装飾を載せておきましょう。ここを作れば間もなく完成です。車体背面やな。この戦車、左右の外した履帯同士をガッチャンして牽引することもできたそうです。ということはこれがその装備ってことか。それではあかねちゃんに側面のチョボチョボをつけてもらいましょう。これは用意されとるリベットの装飾やな。右の画面で高さとか大きさを調整することができるで。選択した状態でホイールを回すと10個とか乗せれますが、リベットの間隔を調整できないポンコツ仕様なので1個ずつ乗せてもらいます。みんな今作っとるのはここや。その隣はこんな感じやな。難しいのは装飾を置く感覚です。なんか最後になると配置がずれてきそうや。その場合はちょっとだけ作って間隔を調整した方がいいね。こんな感じでええやろ。あとは資料と似たところに置けばええな。どや、みんなできたで。上手にできたね。仕上げは私がしていきましょう。サイドスカートの下にこのような構造があったので装甲板を加工して載せました。はい、これで全ての装飾は載せ終わりました。完成や。それでは完成した車両を見ていきましょう。名前長すぎやろ。てかなんや初めての共同作業って。そんな照れなくていいのに。照れとらんやろ。はい、重量は106トン。重すぎやん。実際は86トンですが、今回は走行が理由で重くなりました。以前から指摘があったのですが、自作で載せた装飾は、すべて車体や砲塔と同じ扱いで、これに砲弾が貫通すると撃破判定が入るそうです。そのため小さい装飾も含め、貫通しないように、すべて 200mm の装甲を施しました。もちろんフェンダーやサイドスカートも同様で、変な撃破判定が入らないように、車体から飛び出した先っちょ部分は 200mm の装甲を乗せています。今まではそれで戦っとったと。装甲が弱めのフェンダーに当たって撃破されていた感じかな？ダメやん。リアルを追求した結果です。走行性能は実際よりも数キロほど速くなっています。それでもめちゃ遅いやん。制作時間は不明ですが、多分7時間程度だと思います。目安ですが人とのサイズ比較はこんな感じです。それと、車体の後ろに重心があり見た目がおかしくなるので、母体を埋め込み傾きを防止しています。そんな使い方もできるんか。地面に引っかかるデメリットがありますよ。車体を構成するパーツはこんな感じです。なんかプラモデルみたいやん。それではゆかりちゃんを呼んでいつものように試合をしていきましょう。皆さんこんにちは。今回も私は砲手、ゆかりちゃんは状況報告、あかねちゃんはドライバーね。了解。それでは戦闘開始。ゆるふわ軍事チャンネル。あかねちゃん発進。みんな行くで。これはめちゃ遅いな。搭載しているのは約18リッターの V8 エンジン。重量は1トン弱。これでも速度が出過ぎてしまうため、ギア比で抑えている感じです。あとはこの飛行性能やな。一応重戦車の走行を余裕で抜けるくらいの性能はあったらしいです。一応重戦車の走行を余裕で抜けるくらいの性能はあったらしいです。それは楽しみや。敵さんが出てくるまでカット。2時の方向に敵戦車。パチンって敵の砲弾当たったけど余裕やん。傾斜も入ってかなり強いからね。はい、この敵さんですね。ポイット撃破。余裕で長弾。ポイット撃破。だからこっちみんな。今のゆかりちゃんの手汗ついてた砲弾だよね。なんか言ったか？次はこっちの視聴者さん。一理やめる。側面に積んだやろう。ズキュン。長弾。どういうこと？またスーパーボール状態や。ずんちゃん汗かいてきちゃった。汗っかきキャラしかおらんのか。あかねちゃんの属性はコメント欄から募集しています。勝手に募集すんな。敵戦車撃破。次はこっちのあかねちゃんよりもあおいちゃん派の視聴者さん。最近出てきとらんな。正面走行を貫通撃破。なんか
2両がシンクロしとるで。よいしょ。さらに敵戦車撃破。せっかくなので100トンのラムアタックを決めてみましょう。これも最近しとらんかったな。あかねちゃんのいやらしいボディアタック。超マナに言ってんねん。激しく撃破。冷静に撃破言うな。第一波全滅。では重戦車戦ですね。今回の敵さんは何や。あらあらまた突通。最近特通の遭遇回数が多いな。正面走行を貫通撃破。だからせっかくのゆかりちゃんが原因だと思います。何言ってんねん。敵さんの頭にピヤンと命中。長弾。あれ？敵さんの頭にピヤンと命中。また長弾祭りやな。これね、当たった面がちょっと傾斜していたらすぐ長弾なんだよね。正面走行を貫通炎上。ずいぶん溜め込んでいたみたいですね。よいしょ。敵戦車の砲塔を貫通炎上。砲弾溜め込むのは危険ですよ。11時の方向に敵戦車。敵さん奥にいるので突っ込みます。足が遅いのがたまに傷やな。ほら、うまいやん。ウォーサンダーレベルカーストプレイヤーですから。敵戦車残り2両。いやー、おいた。長弾。抜けねえな。あかねちゃん全速前進。またラムアタックか。正面に敵戦車。なぜか距離を取っています。ずんざんに酔ってないよね。こんなん近づいてきたら敵さん売れるわ。ダブ2でかすぎ。実際の重量は5トンほどこっちの戦車の方が重いですよ。という夢を見ていたんだよね。敵戦車撃破。第2波全滅。勝利しました。ゆるふわ軍事チャンネル。戻ってきました。アメリカが作った重戦車どうだったかな？正面走行はかなりカチカチやったな。他のゲームでもそうですが、この時代の戦車が正面走行を抜くのは極めて難しかったと思いますね。このゲームでシミュレーションしても、まず抜かれるようなことはありませんでした。ただ、側面や背面、天板は必ずしもそうではなく、戦い方を誤ると撃破される、そんな戦車です。いくら強くても乗る人がずんこみたいやったら撃破されるってことやな。皆さんもぜひ作って遊んでみてくださいね。このチャンネルでは軍事に関する興味深い内容からゲーム実況を多く投稿しています。初めて動画を見られる方、すでに見られている方もぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。